こんにちは、高弘です。ストリートで撮っていて僕が最も重視しているのは光の条件です。撮りに出かける前に太陽がこの時間ならどの角度にあるか、道路に対してどんな風に光が入ってくるかを考えます。これは都市部ならではのアプローチで、太陽がビルに遮られて日陰になるとか、ビルとビルの隙間から細い光が入ってくるみたいな条件をシミュレーションしておくわけです。やり方を具体的に見ていきましょう。僕は知り合いのフォトグラファーさんから教えてもらったシェードマップというサイトを使っています。太陽によってどんな影ができるかをシミュレートしてくれるサイトです。正直そこまで使い勝手がいいというわけではないんです。精度も僕が求めるレベルではないです。でも無料で使えるサイトとしては結構いいかなと思います。今東京の地図が見えています。これを拡大して銀座付近の地図にしておきます。ちょっとこの地図が見づらいのがネックなんですけど、それは我慢してください。この地図で見るしかありません。下のこの日付をクリックすれば2の日に変えれます。11月16日にしてみます。そして時間をクリックして動かすと、ほら、わかりますかね。ビルの影が動いているのがわかります。影のエリアが暗く塗られていて、光のエリアが明るく表示されています。この季節だと16時40分過ぎにはもう日が落ちて全部暗くなってしまいます。時間を前に戻して14時ぐらいにすると、銀座の路地にちょうど綺麗に光が入る角度ということがわかります。冬の午後14時から15時ぐらいがベストです。日が落ちる2時間ぐらい前の光で勝負するというのが都市のストリートフォトグラファーの定石です。もちろん朝も同様に行けます。朝だと冬で8時ぐらいですかね。僕はだいたい午後に撮るタイプです。東京は一つの街ごとに区画の方角が微妙に違っていて、銀座は冬の午後にちょうどいい条件になるんですよね。動画タイトルに冬は銀座で撮れとつけた理由がこれなんです。東京は季節ごとに条件の良い街、そうでない街というのが存在します。銀座は遠くて行けないという人は自分の住んでいる地域でそういう場所がないか探してください。太陽の方角と区画の方角、それが合う条件を探すのです。例えば京都とか大阪とか5番の目のように東西南北にきっちり区画が切ってあるような都市だと、町ごとではなく、もうその都市全体が条件の対象となります。わかりやすいですが、一つ一つの町で変化がないので、東京のように冬は銀座に行けとか、夏はあの街がいいよねとか、そういう多様性はありません。これは2019年に東銀座で撮った写真。光がいいですよね。奥の道路が工事中で、その時の工事の塵が舞っていたせいで逆光の光がとても綺麗だったのを覚えています。11月16日、時間は15時でした。これも同じ場所、ちょっと角度を変えて撮ったものです。光を使うということは、光で背景と被写体を分離するということです。こちらは銀座すき家橋の交差点です。影に隠れている建物が東急プラザになります。2020年の12月1日、時間は15時13分でした。4年前はこういうもろに逆光のシーンをよく撮っていましたね。こちらは銀座1丁目。2020年12月15日の14時半です。この光はシェードマップで見てもよく再現されています。通りに平行な角度で太陽光が降り注ぐ時間を見計らって撮りに行きました。完全に計算された一枚です。こ
これは銀座から少し離れた有楽町ルミネの近く、2019年12月5日の15時に撮っています。光は逆光。奥に壁があって、その壁にもビルの反射光が当たっていて、いろいろ複雑な光になっています。同じような条件の場所はあまり見たことないですね。ここは僕の中でも特別な場所です。ちなみに少し角度を変えるとこうなります。東京住んでいる人なら、あそこかとわかるはずです。結構人通りが多いので、きっちり決めるには忍耐が必要です。ついでに有楽町の国際フォーラムの写真も出しておきます。これも頭では分かっていてもきっちり決めるとなるとそれなりに難しいです。これを見た人で簡単だろ?自分にも撮れるよと思った人がいたらぜひ挑戦してみてください。11月26日の14時に撮りました。こういう室内の光は先ほどのシェードマップでは全くわからないので自分の足を使って探していくしかありません。最後は東京駅の方まで足を伸ばしてみましょう。大手町のこの細い光をサイド光として使ったショットがこれ。11月16日の13時45分に撮りました。以前サイド光の回でも話したようにこういう光はスポットライトのような効果が得られます。シェードマップは細い光に対する精度がいまいちなんですけど、この例ではうまく機能しました。今回の話をまとめておきます。光と影を使ったストリートフォトでは、出かける前の下調べも重要になります。今回紹介したサイト、シェードマップを活用してみてもいいでしょう。ただしそこまで精度は高くないので、細かい光を探すのは最終的に自分の足で稼ぐしかないということも言っておきます。そうやって自分の足を使って得たデータというのはとても貴重です。もちろん次の年にも使えます。撮影に出かけた分だけどんどんデータが蓄積していきます。12月に銀座の角で見つけた光は良かったなとか、そういうデータを活かして撮影に臨めば打率が上がります。そうなんです。ストリートフォトって結構データなんです。いや、これを言う人も僕ぐらいだと思うので言っておきます。もうデータです。光のデータを取っていくゲームです。人によって合う合わないがあるので全員にお勧めするわけではないですけど、こういうデータを集めながら取っていくやり方もあるんだよということを知っておいてください。それではまた。